和歌山県海南市下津町の塩津という港町に、漁村集落に来ています。ここはですね、私がずっとかけてます中央構造線の南側の険しい山地、紀伊半島ですから紀伊山地ですね。それが、西の瀬戸内海に落ち込むところ、そこにいくつかリアス式海岸がね形成されておりまして、リアス式海岸ですから静かな港ができるということで自然の良港ができています。その自然の良港の背面の急斜面、そこに集落が密集しているというパターンの、漁村集落がいくつかありまして、今日はですねそこを訪ねていきたいと思います。前回、和歌山市の雑賀崎と田野浦、これをご紹介しました。そこからまた日を改めてやってきました。この塩津の集落は私が密集系漁村に、興味を持つきっかけになった集落でもあります。まさかのね村を歩くということで紹介していますが、山岳集落ですね。これをずっと研究したり旅したりしてた時期があるんですけど、その時にこの山地と山地の間にですね、このような密集系の漁村があるということに気づきまして、これは面白いぞということで訪ね回っておりました。ですからこの集落に来たのは25年から30年ぐらい前ですね。最初に来たのはで、2回目に来たのは多分10年ぐらい前だと思います。早速この集落を歩いてみたいと思います。どういう構造だったかはもう頭の中入ってませんので、初見で歩くのと同じような感覚になるんじゃないかなと思います。立派な蔵があります、この辺は港としての正面というか中心というか、そんな感じじゃないでしょうかね。神社もありますのでね、まず神社にお参りしてみましょうかね。恵比寿大神宮っていうのかな。やっぱりそうだね。この、参道に青い石が敷き詰められているのがわかると思いますけど、紀州青石ですね。雑賀崎でもありましたが、やはり三波川編成岩、中央構造線に沿って分布しています三波川編成岩の一種、紀州青石、これが使われております。割とこう平べったく割れる性質があるので、こういう棒状というかね、盤状というか、そういう風に、切り出された割り出されたと言った方がいいかな。石が材として取れて、それを積んでおります。だからこういう風に敷き詰めるのもやりやすいんでしょうね。パーンと割れば平らになる。コンパクトな神社ですけど立派ですね。先に海岸沿いの横道、旧海岸線だったと思われるこの道、こいつ歩いていきましょう。これはなかなか綺麗だぞ。すごいいいですね。ここまで細かいの積み上げてる石塀は初めて見ましたね。これは綺麗だな。今塩津浦から北側を見ています。リアス式海岸の入り江になっていまして、対岸に見えるのがですね、あの町が和歌山市の中心市街地。それでそこから今度左の方に目をやりますと、岬状になっていますよね、左の先が。そこのすぐ右側に白い集落が見えると思いますけど、あいつがですね雑賀崎、前回行ったところ、その、
また右の方にもまたありますね。あれが田野浦。さてさて、どうやって攻めましょうか。こんにちは。あ、綺麗だ。すごいね、この石垣。あ、でもここ覚えてるぞ。この分かれてる感じ。ではここから登っていきますか。メインの集落はね、もう少し西の方に広がってます。ここは一番東の端でしょうかね、縦道としてはね。まっすぐ行ってますけどね。ああ、美味しい、すごいね。ちょっとね、ここから右に展開してるんで、右から行きます。いやー、素晴らしいね。尾根を越えて反対側に出ましたね。東側、こっちに広がってるんだ。そこにも港がある。戻りましょう。海南警察署からお知らせです。昨日から巨大な軽トラックが乗り息子が88歳については発見されました。ご協力ありがとうございました。今この放送何かっていうと、行方不明になってしまった88歳のおばあちゃん探してたんでしょうね。放送で見つかりましたと。よかったですね。これも縦道だ。ずっと降りていける。行ってみましょう。今度降りてきます。ここは神社の脇。ちょうどこの下に神社がある。おー、いいですね。神社のとこに戻りました。蔵でかいな。酒屋かな。網元わからん。まあ、ここにね、塩津ってバス停があるから、ここが中心ですよね。これバス停の前から見てますが、神社があるし、蔵があるし、大きな町屋もあるし、酒屋さんっぽいね。またこの石垣は違った積み方ですね。続いてるぞ。このお屋敷は大きいですね。完全に青石の石塀に囲まれてます。でその先にでかい
土蔵があるからすごい鬼瓦がついてる。出た、この斜め積みね、青石地域でたまに見かけるバッテン積み、これ石が棒状に取れるからこういうことになるんです。行っちゃう。こういう土塀も出てきましたよ。ここに立派な町屋がある。これは名主クラスだ。おばちゃん、さってたやれんのに。こっとおしなのに、おばちゃん。ねえ、おばちゃん。戦争負けてへんやったらえらいことやったね。はあ。それだから朝鮮で全部取られたわけよ。あだからね、和歌山城の上上がってごらん。あ。はいはい。ここの家のあれは全部載ってるわ。あ、乗ってる。うん、あ、そうなんですか。すごい見えね。ないよ、石橋八九郎。こちらの立派な家はですね、家と蔵は網元の屋敷だったそうです。立派な町屋は石橋家というお宅で、名主庄屋の家だったということです。ほとんどこの辺の敷地は石橋家が持たれていたと。日周慶漁村の本領発揮ですか。これね、石垣の上に細かい石を積んだ石塀が乗ってます。さっき発見した家に近いですね。これは綺麗です。この左手の町を練り歩いてきました。で、海から向かって左側、西側にもまだこれだけ集落があります。極楽寺。屋根が綺麗だぞ。
あ、ここだ。この井戸、この井戸。あ、思い出した。この一角のランドスケープはいいですね。いやー、質が高いな、この街並みは。ランドスケープとしての質が高い。ここで集落の一番西の端ってとこですかね。戻ってきましょう。あ、ここにもあったぞ。いや、これ綺麗だね。レンガ塀があるんですけどね、これフランス積みですね。珍しい。各段に長手と小口、長手っていうのは長いレンガの長手の方、小口っていうのはレンガの短い方、これが交互に横に並べられていて、で各段でそれをずらしていると。フランス積みだ。普通ね、イギリス積みなんですけどね、こういうのはね。塩津漁港の西側にあります戸坂です。ここも漁村、かなりの急斜面集落です。いやー、この斜面はすごいな。いやー、なんだこの絵は。壁画があるよ。クジラかな。おお、クジラですね。井戸がある。こういうね、分かれ道のところに井戸があるんですね。すげえ眺めだぞ。石垣がすげえな。
そこで集落が終わり、山の手を走っている道路、クジラのとこに戻った。石垣の上に家が建っているんですけれども、そのですね、石垣が下で二手に分かれていて、間にね、川が流れてる。その上にね、家が建ってる。